最近になって、息がよく切れる感じ、ありませんか？少し歩いただけでも、息が苦しくなり、何もしていないのに、胸が重く感じることがあります。だから病院に行って、検査を受けてみると、意外にもこんな言葉を聞くことがあります。検査では特に異常はありません。その言葉を聞いても、安心するというより、むしろ余計に不安になるケースが多いです。明らかに体はつらいのに、理由がわからないからです。55歳で自営業をしている男性は、最近、階段を上るたびに、息切れを感じることが増えました。以前は何でもなかったことなのに、最近になって徐々に頻度が増えてきたのです。検査を受けてみましたが、大きな異常はないという結果でした。彼はこう言います。大丈夫と言われても、なぜ自分はずっと辛いのでしょうか。このように、検査では問題なしと言われるのに、体は不調を感じ続けるケースは、意外と多くあります。重要なのは、それを単なる気のせいとして片付けないことです。今日は、このような状況で、体が出しているサインを、どのように理解すればよいのか、わかりやすく解説します。最後まで見ると、今の自分の状態を、より正確に判断する助けになるはずです。多くの人は、息苦しさを感じると、まず肺や心臓を疑います。そのため検査を受けて、異常なしと言われると、もう問題ないと思ってしまいます。しかしここで重要なのは、検査結果と、体の不調が、必ずしも一致しないという点です。58歳でタクシー運転をしている男性は、最近、乗客の乗り降りのたびに、息苦しさを感じることが増えました。特に階段を上ったり、少し動いただけでも、息が上がる状態が続いていました。病院で基本的な検査を受けましたが、特に問題はないと言われました。彼は心の中でこう思いました。異常がないのになぜどんどん辛くなるのか。このように検査には出ないが、体はサインを出し続ける場合があります。その理由は様々です。生活習慣、呼吸の仕方、体の緊張状態など、目に見えない要因が徐々に影響している可能性があります。重要なのは、そのサインを無視せず、少し丁寧に見ていくことです。息苦しさは、単に肺や心臓だけの問題では、説明できないこともあります。特に検査が正常でも、不調が続く場合は、体の使い方を見直す必要があります。60代前半で事務仕事をしている男性は、一日のほとんどを座って過ごしていました。見た目には、特に問題がないようでしたが、ある時から、浅い呼吸を感じることが増えました。深く息を吸うことが不自然に感じられ、時々息苦しさもありました。彼はこう言いました。呼吸がこんなに意識しづらくなるとは思わなかった。このように、
呼吸は自動で行われているようでいて、生活習慣によって徐々に浅くなることがあります。長時間の座り姿勢、体の緊張状態、硬くなった動きは、呼吸の幅を狭くしてしまいます。この場合、酸素が不足しているというより、体が十分にリラックスして、呼吸できていない状態です。そのため検査では異常がなくても、不快感が続きます。最初に考えられる原因は、体の緊張状態です。私たちは普段、自分が思っている以上に体に力を入れて生活しています。特にストレスが続いたり、神経を使う日が多いと、肩や胸周りが自然と固まっていきます。50代後半の男性は、最近、理由もなく、息苦しさを感じることが増えました。仕事中だけでなく、休んでいる時でも、胸の圧迫感がありました。検査では異常なしと言われました。彼はこう言います。じっとしていても体がずっと緊張している感じです。このように、緊張状態が続くと、呼吸は浅く短くなっていきます。深く息を吸えないことで、体は常に息苦しさを感じます。この状態が続くと、それが普通として体に記憶されてしまいます。そのため問題がなくても、息苦しさが続くことがあります。この場合は、休むだけでは不十分で、緊張を緩める習慣が必要です。次の原因は、生活習慣の繰り返しです。多くの人は、一日の大半を同じ姿勢で過ごします。座っている時間が長いほど、体は硬くなり、動きも制限されていきます。50代中盤の男性は、長時間同じ場所で働いていました。最初は問題ありませんでしたが、徐々に息苦しさを感じる場面が増えました。特に長時間座った後に立つと、息が上がることが増えました。彼はこう言います。以前より呼吸がしづらくなった気がします。このように、動きが少ない生活は、体全体の流れをなまらせます。胸周りが硬くなり、自然な呼吸がしづらくなります。また、日中に深呼吸をする時間が減ることで、浅い呼吸が習慣化されてしまいます。これが続くと、軽い不調でも息苦しさを感じやすくなります。重要なのは、大きな変化ではなく、小さな習慣の改善です。では、この息苦しさをどう判断すればよいのでしょうか。すべてが危険というわけではありませんが、注意が必要なサインもあります。60代前半の男性は、最初は単なる疲れだと思っていました。しかし時間が経つにつれて、息苦しさが増え、頻度も高くなりました。同じ作業でも、以前より疲れやすくなり、回復にも時間がかかるようになりました。彼はこう言います。以前より体力の回復が遅い気がします。このように、症状が繰り返し増えていく場合は、生活の見直しが必要です。また、安静にしていても続く場合や、
日常生活に支障が出る場合も、軽視すべきではありません。重要なのは、恐れることではなく、変化に気づくことです。体は、小さな変化から先に知らせてくれます。同じ症状が続く場合は、その理由を一度整理してみることが大切です。では、この息苦しさはどう改善すればよいのでしょうか。最も大切なのは、無理をせず、体の流れを整えることです。60代前半の男性は、少しずつ生活習慣を改善しました。長時間同じ姿勢を避け、こまめに立ち上がり、体を軽く動かすようにしました。また、意識してゆっくり呼吸することで、緊張を和らげました。彼はこう言います。大きく変えたわけではないのに、かなり楽になりました。このように、小さな習慣の積み重ねが重要です。深呼吸を意識する時間を増やし、長時間同じ姿勢を避けるだけでも変化が出ます。体の緊張をほぐすことも効果的です。重要なのは、一度に変えることではなく、続けることです。これらが積み重なることで、体の状態は少しずつ変わっていきます。ここまでの内容のように、息苦しさは単なる疲れとして流されることもありますが、繰り返す場合は、体からのサインである可能性があります。検査で異常がなくても、不調が存在しないわけではありません。重要なのは、不安になることではなく、冷静に理解することです。生活習慣を見直し、緊張をほぐし、呼吸を整えることで、状態は改善することがあります。そして、不調が続く場合は、専門医に相談することも大切です。体は常に先にサインを出しています。そのサインにどれだけ早く気づけるかが重要です。今日の内容の中で、当てはまる部分はありましたか？コメントで一言だけ残してください。あなたの体験が次のテーマになります。個人差があります。正確な診断は医師に相談してください。そして役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。